Hi 皆さん welcome back to my channel and if you're new here, welcome to Real Japanese. I am Miku. I'm a Japanese teacher who teaches you the real, authentic and practical Japanese that we actually use here in Japan. はい、じゃあ今日はまた日本語だけで話すシリーズをします。今日は私が他の国に行って変わったこととか良かったことを話そうと思います。で、このシリーズでは日本語だけで話すので、もし日本語がわからなかったら字幕があるので字幕のボタンを押してください。字幕のボタンを押すと英語と日本語が出てきます。で、私が初めて行った国はスペインでした。で、スペインって日本と全然文化が違いますよね。日本はもっと、日本人はもっとシャイであまりオープンじゃないんですけど、スペイン人はもう本当にオープンでみんなフレンドリーで自分の感情を出す文化ですね。日本の文化はあまりその自分の感情を人に見せない文化なので、あまりそうですね、愛もあまり表現しないし、怒ってる時もあまり顔に出さないし、悲しい時もそんなに顔に出さないことが多い。けど、スペインに行った時にめっちゃびっくりしたのは、本当にみんな自分の感情を出す。自由に出すということです。例えば、日本人はハグしないし、キスもしないですよね。でもスペインに行った時に、みんなハグするし、みんなほっぺにチューするし、本当に私にとってはもうカルチャーショックでした。で、本当にどうしていいかわからないぐらい私はハグに慣れてなかったので、ハグの仕方もめっちゃぎこちない、すごい気まずい。ハグって普通こうやってね、しっかりハグするんだけど、日本人はハグの仕方わからないから OK, nice to meet you はじめましてっていう感じだっためっちゃ気まずいハグだったと思う、最初。 OK, I'm gonna hug you みたいな感じだった。だから日本人にとってハグする人って多分恋人が本当に仲のいい友達だけ。なんか初めて会った人にハグするとか考えられないから、そこですごいカルチャーショックで私の考え方が変わった。日本だったら知らない人に話しかけることもあまりないし、話しかけたらちょっと変な人だと思われるかなとか考えてしまう。だけどスペインで住んでいた時はもう私は誰にでも話しかけるようになったし、誰とでもすぐに仲良くなれるようになった。日本の中でも私は大阪出身なので結構感情を出す人が他の県に比べると多いと思うんだけど、それでも外国人とか他の国の人に比べたら全然感情を見せないので、私もそのスペインに行くまでは自分の感情を出さないタイプだったかな。でもスペインから帰ってきてから私は本当にすぐに誰にでもハグするし、そこはちょっと変わったと思います。もう一つは自分の視野が広くなったと思います。日本にいた時は日本人としか話さないし、日本人としか交流しないから、日本人特有の考え方だけしかできなかった。例えば日本にはたくさんルールがあって、こうしないといけない、ああしないといけないというすごい制限がある国だなというのは思います。こうじゃないといけませんというルールが多い国です。だから私は、大学を卒業したら、就職して、結婚して子供を産んでというその人生のレールがあると思っていました。でもスペインに行ったらそのレールが全部もう壊れちゃって私は何でもできるという気持ちになりました。それまでは何でもできるっていう自信がなかったです。でも
スペインに行ったおかげで自分の考え方が変わって、そのたくさんあった制限を外すことができました。本当に19歳の時に直感でスペインに行ってよかったなと。その時の自分ありがとう。本当にその時の自分をハグしたいですね。本当に勇気を出して誰もいない、誰も知らないところに思い切って行ってよかったと思っています。だからいろいろな人と交流することがすごい大切だなと思いました。日本にずっといるとやっぱりその日本の考え方、日本人の考え方、日本の社会の考え方に影響を受けすぎてしまって、いろいろストレスを感じたり、本当はたくさん選択肢があるのに、これしかないという考え方になってしまうことがよくあります。だけど、スペインに行ったおかげで、選択肢はたくさんある。たくさんあって、その中から自分で選べるということに気づきました。よかった。もしそれに気づかなかったら、多分今の仕事は絶対してないと思います。だから今日本語教師になったのもスペインに行って自分の考え方が変わったおかげです。本当にありがとうスペイン、エスパーニャ。多分ヨーロッパとかその他の国とつながってるところで生まれた人はいろいろな情報が入ってきますよね。他の国から情報が入りやすいです。でも日本は島国だからあまり外国の情報が入ってこないし、今は外国人が増えてきてるけど昔はそんなに外国人はいなかったから外国人と交流する機会もなかった。だからあまり自分の視野が広がらないんですね。他の国に比べて他の国のことを全然知らない。だから私はスペインに行って初めて本当に自分がどれだけ無知だったかということに気づいた。自分が本当に何も分かってなくて何も知らなくて無知でまだまだ勉強しないといけないということに気づいた。初めて気づいた。そして日本が普通だと思ってたけど日本を客観的に見ることで日本は素晴らしい国、本当に素晴らしい国だってことに気づいたし、その日本の中にもいろいろな問題があるということに気づいた。日本の社会ではプレッシャーが大きいし制限もたくさんあって生きにくいと思っている人はたくさんいるなと感じます。だけどその中でも日本にしかない素晴らしいところ、日本にしかない本当に素晴らしい考え方があると私は思っています。だからそれを日本が大好きな人に少しでも伝えれたらいいなと思っています。はい。ちょっと上手に話せたかわからないけど、結論は私が、海外に行って良かったこと、気づいたことは、そして変わったことは、自分の人生の中で選択肢はたくさんあるんだってことに気づいたこと。そしてもっと感情を見せるようになった。人と比べたり人の目を気にして自分が本当にしたいことをしないという考え方はもう捨てることができた。手放すことができたからそれは一番良かったと思います。で、最近日本人は海外に旅行に行ったりよくしてるけど、まだまだ日本にいることの方が多いから、私が日本語を教えてる理由の一つは、やっぱり日本人はあまり外に行かない。外に行く人もいるけど、ここに日本の中にいる人の方が多いから、私は日本語を教えて、みんなが日本語を勉強して日本に来て日本人と交流したら日本人の考え方も変わると思う。私は本当にそれを信じてるし、絶対にみんなは日本人にいい影響を与えられる力があると思う。
だからみんなが自分らしくいることとか、自分の夢を日本人に話したりすることで、みんなは刺激を受けるし、自分の夢は何かなと自分のことを考えるきっかけにもなるから、ぜひ日本語を勉強している人は日本に来て、日本でたくさん友達を作って、日本人をインスパイア日本人に刺激を与えてください。はい、私はそれを、期待しています。はい、じゃあこんな感じで今日は終わろうと思います。もしみんなも他の国に住んだ経験とか行った経験があったら、その経験をコメントに書いてくれたら嬉しいです。どんな風に感じたとか、どんなことが変わったとか教えてくれたら嬉しいです。でもしこのビデオが楽しかったって思った人はチャンネル登録お願いします。じゃあまた次のビデオで会いましょう。またね。One more thing. If you can subscribe this channel, that would be amazing. You know, I love you. You legend. Loving your work. ありがとう。